大航海時代は二つのものから始まった。多くが伝聞に基づく一冊の本と、大陸が二つ足りない地球儀。まず、本の話をしましょう。1298年、ジェノバの韓国で、ベネツィアの商人マルコ・ポーロが同房のサッカルスティケロに自分の旅を語り始めた。その本の名は、東方見聞録、マルコ・ポーロの旅の記録である。26年間の旅で、17年を中国の不備来藩に仕えたと彼は言った。日本という国についても聞いた。宮殿は純金で覆われ、赤い真珠が無限に取れると。もちろん、マルコ・ポーロは日本に一度も行っていない。すべて伝聞だった。だがこの本はヨーロッパ中でベストセラーになり、200年にわたってアジアに関する唯一の参考書であり続けた。情報源が一冊しかないのに、誰もそれを疑問に思わなかったらしい。一冊の本だけで200年。ようやく、新しい参考資料が現れた。1492年、ドイツ人マルティン・ベハイムが世界初の地球儀を作った。この地球儀には2つの問題があった。大西洋が実際の1/3の幅しかなかったこと。そしてアメリカ大陸が丸ごと存在しなかったこと。多くが伝聞の本と大陸が2つ足りない地球儀。これが大航海時代の出発点だった。だが、そもそもなぜヨーロッパ人はアジアを目指したのか。答えは一つ、胡椒だ。15世紀のヨーロッパで黒胡椒は黄金より高かった。比喩ではない。実際に胡椒で家賃が払えたし、シナモンなら馬が飼えた。香辛料は食料を腐らせないための必需品で、ペストを防ぐ薬だとも信じられていた。そしてその香辛料は、ほぼすべてアジアからしか手に入らなかった。1453年、オスマン帝国がコンスタンティノープルを征服し、ヨーロッパとアジアを結ぶシルクロードが一夜にして封鎖された。香辛料が消えれば、肉は腐り、疫病が広がり、経済が死ぬ。大航海時代の原因を一言でまとめると、味付け問題である。今日は、大航海時代の話をする。胡椒を求めて出発し、世界を塗り替えた人々の物語。その中で最も過酷だった航海では、270人が出発し、18人だけが帰ってきた。しかも帰港した時、1日が消えていた。理由はまだ誰にもわからなかった。この危機に2つの国が動いた、スペインとポルトガル。目的は同じ、アジアに到達して香辛料を持ち帰ること。だが、ルートは正反対だった。ポルトガルはアフリカを回って東へ、スペインは大西洋を渡って西へ。最初に動いたのはポルトガルだった。1487年、ポルトガル人航海者バルトロメウディアスが3隻の帆船でアフリカ西岸を南下した。目的は、アフリカを回ってインドへの回路を開くこと。5ヶ月後、南端付近で猛烈な嵐に巻き込まれた。何日も流された後、ディアスが大陸に戻ろうとすると、陸地が左側にあった。いつの間にか、アフリカの南端を回っていたのだ。ディアスはこの岬を嵐の岬と名付けたが、ポルトガル国王ジョアン2世は希望法と改名した。史上初のブランド変更かもしれない。次に動いたのがコロンブスだった。ジェノバ出身とされる航海者で、国籍は今でも議論がある。彼はベハイムと同じ思い込みを抱いていた。地球は丸い、大西洋は狭い、西に行けばインドに着く。コロンブスはイタリアとポルトガルに支援を求めて断られ、スペインのイサベラ女王に掛け合った。彼の売り込みはこうだった。西に航海すればインドに着く。航路を開けば、香辛料貿易を独占できると。そして彼の条件、発見した土地の総督にしろ。資源の1割をよこせ。まだ何も見つけていない男が取り分を要求した。なかなかの度胸である。1492年8月3日、3隻の船でスペインを出港した。70日後の10月12日、
見張り番が叫んだ陸地だ。バハマ諸島だった。コロンブスはキューバに到達し、現地の住民を見て叫んだインド人だ。アメリカ先住民がインディアンと呼ばれる理由は、この一人の男の勘違いである。コロンブスは4回アメリカに渡り、1506年に死んだ。死ぬまで自分がアジアに到達したと信じていた。すべてを間違えたのに世界を変えた男。コロンブスの帰国後、スペインとポルトガルは1494年にトルデシリャス条約を結んだ。大西洋の真ん中に線を引いた。東はポルトガル、西はスペイン。最初から正反対の方向に進んでいた二国が、地球の 5% も探検していないのに、残りを山分けにしたのだ。だから今でも、南米ではスペイン語が話され、マカオではポルトガル語が話されている。ポルトガルの話に戻ろう。ディアスがアフリカを回ってから9年。1497年にポルトガル人航海者バスコダガマが4隻の船で出港した。1498年5月20日、インド南西岸のカリカットに到着した。カイロでインドに到達した最初のヨーロッパ人である。だが交渉は決裂した。カリカットの支配者がポルトガルの条件を拒否すると、ダガマが残した水兵は殺された。ダガマは20隻の軍艦を率いて戻り、港を砲撃して制圧した。カイロでインドに到達した最初のヨーロッパ人は、インドを砲撃した最初のヨーロッパ人でもあった。ポルトガルは大量の香辛料と黄金を奪い、大航海時代は探検から征服に変わった。一方、スペイン側でも予想外のことが起きていた。イタリア人航海者アメリゴ・ベスプッチが、フィレンツェの大富豪メディチ家の資金で南米の海岸を調査していた。ベスプッチは気づいた。この大陸はどこまで行っても終わらない。これはインドではない。彼はメディチ家に手紙を書いた。これは新世界だ。1507年、ドイツ人地図制作者バルト・ゼーミラーが世界地図を出版し、新大陸にベスプッチのファーストネーム、アメリゴをラテン語化したアメリカという名を記した。見つけたのはコロンブス。名前をもらったのはベスプッチ。人生は公平ではない。スペインは焦っていた。アメリカ大陸に香辛料はなく、ポルトガルがインドの東で香料群島を発見したらしい。だが条約で東には行けない。そこに現れたのが、ポルトガル人航海者フェルディナンド・マゼランだった。祖国と仲違いしてスペインに亡命し、西に行けば香料群島に着くと売り込んだ男である。1519年9月20日、5隻の船と約270人の乗組員で出発した。南米南端で海峡を発見したが、すでに1隻が難破し、もう1隻が脱走していた。出発時5隻、海峡を抜けたのは3隻。まだ目的地にすら着いていない。3隻は道の大海原に入った。99日間、嵐は一度も来なかった。マゼランはこの海を太平洋平和な海と名付けた。平和だったのは天気だけだ。食料は尽き、乗組員は皮を噛み、木くずを食べ、ネズミを取った。ようやくフィリピンに到達したが、マゼランは現地の人々をキリスト教に改宗させようとした。1521年4月27日、マクタン島の戦い。49人のスペイン兵に対し、族長ラプラプが率いる約1500人の戦士が迎え撃った。ラプラプは東南アジアで初めてヨーロッパの侵略に抵抗した指導者として、今もフィリピンの国民的英雄である。マゼランは死んだ。地球を一周するつもりで4分の3で終わった。生存者108人は船を1隻焼き、2隻で南下して香料群島を発見した。大量の兆候を積み込み、2隻は別の航路で帰途に着いた。東へ向かった船はポルトガルに拿捕された。西へ向かったビクトリア号は、バスク人航海士フアン・セバスティアン・エルカノの指揮でインド洋を横断し、希望峰を回った。
1522年9月6日、ビクトリア号がスペインに寄港した。出発から3年。5隻が1隻に、270人が18人になっていた。人類初の世界一周航海が完成した。皮肉なことに、戦争の兆候は遠征費用を上回る価値があった。経済的には大成功。それ以外は大惨事だった。ビクトリア号が寄港した時、乗組員は奇妙なことに気づいた。航海日誌の日付が1日ずれていた。彼らの記録では水曜日なのに、港では木曜日だった。地球を西に一周すると、1日分遅れる。当時はその理由がわからなかった。これが後に国際日付変更線の発見につながる。地球が丸いことが理論ではなく事実として証明された瞬間だった。その後の世界は一変した。ポルトガルは東へ拡大し、1543年に日本の種子島に到達して火縄銃を伝え、1557年にはマカオに拠点を築いた。スペインは西でアステカ帝国とインカ帝国を滅ぼした。何千年も続いた文明が数年で消された。発見された土地の人々が最も大きな代償を払った。そして意外な第三のプレイヤーが現れたイギリスである。イギリスは探検に出なかった。その代わりに海賊に政府公認の免許状を発行し、スペインとポルトガルの船を襲わせた。国家ぐるみの強盗である。1588年、スペインのフェリペ2世が無敵艦隊をイギリスに送ったが敗北した。ポルトガルが切り開き、スペインが征服し、イギリスが奪った。最も苦労しなかった国が最終的に世界を支配した。火の沈まない帝国はやがてイギリスのものになった。ここで一つ忘れてはならないことがある。大航海時代を可能にした羅針盤は中国の発明だった。しかも中国は実際に海で使っていた。コロンブスの数十年前、明の提督帝和は300隻以上の大艦隊と27000人の乗組員を率いてインド洋を航海していた。ヨーロッパの誰よりも早く、はるかに大きな規模で。だが明朝は帝和の航海の後、海禁政策を取り、外洋から撤退した。同じ羅針盤が、一方では世界征服を、もう一方では風水に使われた。同じ技術でも、政策が違えば歴史は全く変わる。270人が胡椒を求めて出発し、18人が帰ってきた。地球が丸いことが証明され、世界地図は塗り替えられ、カレンダーは1日ずれていた。帝国が生まれ、帝国が滅び、大陸の歴史が書き換えられた。そして胡椒は、今ではスーパーで数百円で買える。命がけで手に入れたものが、今では誰も気にしない。歴史とは大体そういうものだ。